はいどうも皆さんこんにちは。今回は大正時代についてお話ししていきます。大正時代は年数がわずか15年しかないため印象が薄いという人も多いでしょう。この動画で大正時代の流れについて確認していきましょう。大正時代がわからないという人は明治時代を理解していないことが多いです。ということでざっくりと明治時代を振り返っていきます。明治時代の始まりは薩長と比の反発勢力が徳川の江戸幕府を倒したことから始まります。こうして明治時代には反発勢力が権力を握りました。しかし反発の思い通りにはさせないと考えた人々が集まって政党というものを作りました。こうして政党に政治を任せることはできないと考える反発と俺たちも政治に参加させろと考える政党が対立していきます。これが明治時代の状態でした。さて大正時代になった時には反発と政党はある程度妥協するようになっていました。当時の反発の代表者は長州の桂太郎、政党の代表者は立憲政友会の西園寺金持です。この2人が交代で総理大臣を担当するという暗黙のルールで政治は一時期安定していたのです。その安定が崩れたのは軍の存在が関係しています。この大正時代に入る直前に日露戦争という戦いがありました。この戦いに日本は勝利しましたが戦いが終わってもまたいつ戦争になるか分かりません。なのでこの頃の軍の課題は次の戦争に備えることでした。ということで軍は軍隊を増やしたい、そのためにお金を出してくれと政府に頼んでいたのです。しかし政府はこれに困ります。なぜかというとこの頃の日本は戦争にお金を使いすぎて貧乏だったからです。当時の総理大臣は政党勢力の西園寺金持。仕方ないので西園寺金持はお金は出さないと言ってこれを断りました。こうなると軍は怒ります。お金を出さないなら邪魔してやると言ってなんと西園寺内閣を総辞職に追い込んだのです。こうなると政党勢力が起こります。この時の軍は反発勢力の根拠地だったのでこれは反発や軍の横暴だと言って反発しました。しかも次に総理大臣になったのは反発代表の桂太郎。これには民衆も起こり始めました。人々は国会議事堂に集まって打倒桂内閣を叫ぶ暴動に発展。こうして政党や民衆の抵抗により桂内閣は総辞職に追い込まれたのです。このように大正時代というのは民衆が政治に登場し始める時代です。政治が民衆の意見を反映していないと民衆が暴れ出して政治を変えるということが何度も起こります。そんな大正時代を表す言葉として知られる民衆ですが、もう一つ大正時代を表す言葉があります。国際化です。その国際化が進んだ理由は第一次世界大戦でした。第一次世界大戦というのは主にロシア、フランス、イギリスとドイツ、オーストリアの陣営が戦った大戦です。この第一次世界大戦によりこれまで中国分割に意識を向けていた列強はヨーロッパに意識を向けるようになります。しかも主戦場はヨーロッパ、日本から離れた場所での戦いです。列強が中国からいなくなった、今がチャンスだ、そう考えた日本は第一次世界大戦に参戦します。当時日本は日英同盟を結んでいましたのでそれを理由にイギリス側につきドイツを相手に宣戦布告しました。ということで日本は中国や南太平洋にあったドイツの基地や領土を攻撃、勢力を広げていきます。これ以外にも第一次世界大戦は世界に大きな影響を与えました。すぐに終わると思っていた戦争は4年間もの長期戦となりヨーロッパの国々は疲れてしまいます。こうして世界一の国だったイギリスに代わりアメリカが台頭してきたのです。さらに第一次世界大戦を経て戦争は良くないという雰囲気が世界中で広がっていきます。そのような流れの中で世界規模での軍備縮小や国際協調が進められていきます。また日本の政治にも影響を与えました。第一次世界大戦は民主主義と専制主義の戦いであると意義づけられたため日本国内で民主主義的な考え方が大流行したのです。その分野は多岐にわたり政治、社会、文化といった様々な分野で民主主義的運動が行われました。今まで主張をしていなかった民衆が主張をするようになり私たちの意見を政治に反映させたいと考えるようになります。こうして彼らは選挙権獲得のため普通選挙運動を行っていくのです。そんな時に貴族院という特権階級の力を基礎に内閣が組織されることになったので大変です。特権階級による内閣の成立を見た政党はまだそんな時代錯誤なことをするつもりかと怒り立ち上がりました。こうして3つの政党の代表が手を組んで貴族院による内閣を倒そうと運動を行っていくのです。こ
この3つの政党が集まった勢力を五権三派と言います。結局この争いは政党側、つまり五権三派の勝利。選挙で最も多くの議席を確保したのは五権三派の中でも憲政会でした。ということで憲政会の代表加藤孝明が総理大臣となり、彼の下で普通選挙法が成立します。しかしそんな加藤孝明は総理大臣の在任中に病死。加藤の死後に総理大臣を引き継いだのは若槻礼次郎でしたが、この若槻礼次郎内閣の下で大正天皇が崩御。激動の昭和へと時代が移り変わっていくのです。